私が、VFX に興味を持ったのは、小学生の頃、オールウェイズ三丁目の夕日という映画を見たのがきっかけで、そこで山崎隆監督が、VFX というのは、実写と CG、ミニチュアとかを組み合わせて、現実では撮影が難しい映像を、作るのが VFX だっていうふうにおっしゃっていて、それでこの VFX というものを知り、感動して、この道に、この沼に足を突っ込むことになってしまいました。でその後、そうですね、特撮博物館という、庵野秀明監督の、特別展の中で上映されていた、巨神兵東京に現るという、とんでもない映像があるんですけど、それを何度も見て、今度はVFX から特撮沼にはまり、そして、今の自分があります。なので、そうですね、今は結構、現在は大学生をやりながら、フリーランスで、映画、CM、ミュージックビデオ、プロモーションビデオみたいな映像を、ずっと作っております。仕事としては、モデリングからコンポジット、VFX スーパーバイザー、CG 監督といった、いろいろ、本当にいろいろやらせていただいております。ですね。デモリーズの、こちらですね。この最近、やった仕事としては、この新仮面ライダーですね。庵野秀明監督の、実写映画になります。あとはこちら、樋口監督の、シン・ウルトラファイトという、シン・ウルトラマンの、スピンオフ作品ですね。で、このウルトラマンの、最終話、ゼットン回というものを、フル CG で再現するということをやりました。こちらブレンダーで全て作っております。そうですね。ブレンダーとこのエフェクトとか手書きで書いてるんですけど、こういうシミュレーションとか爆発とか、これもブレンダーを使って作っております。これはそうですね。あと自分の作っているブランドというか、屋号の3891デジタルというところのロゴムービーになります。これもブレンダーで作っております。でこの2045というのが、私が中学生の頃に初めて世界に公開した映像でして、YouTube でブレンダーで作ったものを YouTube で公開してということをやっておりました。でその後も、高校生、大学生と映像、VFX、CG を続けていき、もう本当にこのまま多分映像を作って死ぬんだろうなっていうふうに最近思っております。これはそうですね、高校生の時に作った、卒業論文と一緒に作った実制作映画です。廃墟の中を、探索するみたいな話を書いてやりました。はい。以上です。さて、そもそもこのタイトルにある VFX という言葉、あまりそうですね、これですね。VFX という言葉、意外と、聞いたことある人も多いとは思うんですけど、一体何なのかというのは意外と知られてないんじゃないかなと思います。そこで素晴らしい先生に聞いてみました。チャット GPT さんです。VFX というのは、映像作品においてリアルタイムでは撮影できないような特殊な効果を、デジタルまたアナログの手法で合成する技術やプロセスのことを指します。完璧です。この通りです。この VFX っていうのは、本当に現実では撮影できないような、だったり、予算であったりとか、安全面であったりとか、そういうところで、難しいところを、CG とか、実写、ミニチュアっていったものを、合成したりとか、足し引きしていくことで、映像にしていくという、技術になります。で、この VFX というのはすごく難しそうに聞こえるというか、センスが必要なんじゃないかっていうふうによく聞かれることがあります。確かに、センスっていうのは必要なんですけど、理論で説明できるところもたくさんあります。本日覚えておいていただきたいのはたった2つだけです。VFX は情報が命というのと、足並みに揃えてから崩せということですね。でこれさえ覚えていただければ、もう全部忘れていただいて構いません。もう書いていただいても構いません。これだけが一番重要なことです。で、そうですね。まず、VFX が絡む映像のワークフローということで、VFX の、ワークフローの説明を、VFX が絡む映像の、説明をしたいと思います。でよくある、誤解として、
VFX チームが関わるのって、この CG と合成のところだけじゃないのっていうふうに、言われることもあるんですけど、実際は違います。実際 VFX チームが関わるべきものというのは、もう企画から合成までですね。結構幅広いところを関わるべきと私は思っています。VFX っていうのはポストプロダクションに収まらない技術群です。で、企画、プリプロダクションの段階では、なぜVFX を使うのか。そもそもこれ実写でできるんじゃないかとか、特撮でできるんじゃないかとかそういうところを考える上で、企画の段階から、VFX っていうのは大事です。で、脚本、これも予算内でできる最高の表現は何かというところを考える上で、VFX チームと一緒に作っていく必要が、本来あると考えています。で、撮影、VFX は情報が命です。とにかく情報を集める必要があります。現場でですね。撮影現場で情報を集める必要があります。で CG、これは、そのまま VFX のための CG です。あと、編集の段階ですね。先ほどのこの編集の段階でも、VFX チームの中に、関わるべきものの中に入れていましたが、これは、この映像を撮った上で、情報をなるべく保ったまま扱うということが必要になるからです。ということで、こんな話をだらだらしててもつまらないので、理想の VFX ワークフローをやってみようということで、まずはこちらをご覧ください。皆さんこんにちは。デジタルアーティストの三宅智之と申します。今回はこちら池袋に来ております。いやー、見渡す限りの池袋ですね。ここ地元なんですけども、なぜここにいるのかというと、ここにブレンダー禁止看板というのがあるからです。今回ブレンダーフェスということでね、せっかくなのでここで青空ブレンダーでもやっていきたいと思います。マジか。やべ。はい、ということでね、これ結構大変な現場になっていましたが、これは本当に実はこの収録をする直前まで作っておりました。なので遅刻してしまいました。すいませんでした。で、先ほどのワークフローの話に戻ります。そうですね。まず企画、脚本というところで、このさっきの、脚本を作る中で、まずはVFX のことは忘れるっていうのが重要になります。企画段階では VFX のこと考えて、あれできないかな、これできないかなって考えてると、本当に表現の幅が狭まってしまうので、本当に一度 VFX のことは完全に忘れます。でその後で、作業できる時間とか予算を踏まえて、現実的なところで制約とか代案を考えていくのがおすすめです。でもこれに関してはちょっと経験がものを言うので、理論では説明できないところなんですけど、この予算とか踏まえて制約と言いつつも意外とそれによって良いアイデアが出たりもするので、それを祈って考えます。次が撮影ですね。で VFX が絡む撮影で、記録すべきことっていうのは、この以下の、いくつか撮影すべきものがあります。でこれはそうですね。まずは、実際文字で説明するよりもお見せした方がいいと思うので、こちらで、お見せできたらなというふうに思っております。まず、カラーチャートと呼ばれるものがあります。これですね。これです。これ見たことある方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、これっていうのは、統一された色のリファレンスとして取っておくためのものですね。で基本的には、VFX では、基本的には、この、左から2つ目のこのグレーですね。これしか基本的に使いません。キャリブレーションのために使ったりとかもするんですけど、基本的にはこのマスしか使わないことが多いです。で、もう一つ、今現物ないんですけど、グレー玉、というものがありまして、グレーの、本当にただのグレーの玉と、あともう一個、表面のこのミラーのボールですね。を並べたものを取ることがあります。でこれはオプションなんで、個人的には取っても取らなくてもなんとかなるんですけど、これは反射と光と影のリファレンスになります。で CG で同じものを再現すれば、どう撮ったものと CG が違うのかっていうのが一発でわかります。で、なぜこのグレーで玉なのかっていうと、グレーっていうのはこのグレーと同じなんですけど、ニュートラルな色なので、いろんな照明で対応できるというのと、
玉っていうのはCG で大変作りやすい形状ですので、それで簡単に作れるっていうところで、グレー玉というものが存在します。で、これは、そのグレーとかの色は、18% グレーって呼ばれているものの方がいいって言われてるんですけど、実際そうでもないらしくて、NIX プロカラーセンサーっていう、色の情報をこう、記録できるものですね。を使えば、どんな色でも、グレーであった方がいいんですけど、どんな色でもそれで CG 上で再現すればよしということになります。あくまで参考ですね、これは。次が、HDRI というものになります。これは、光の記録なんですけど、まず多分見た方が早いと思うので、こちらの画面をご覧ください。こちら今、下にこの見えてる、こちらの画像が、HDRI というものになります。これは360度、360度撮影した、写真なんですけども、これ、普通の、あれですね、ストリートビューとかと違うのは、光の情報がちゃんと記録されているところです。例えば、ここの太陽のあたり、暗くしてみると、ちゃんとこう、明るさが残っています。これが HDRI の肝となる部分で、この、360度、しかもこの明るさが全部こう保存されてるっていう状態にしておけば、CG 上でこの周りの環境の光を全部再現できるということになります。これさえあれば、このライティングしなくても現場の光をそのまま再現できるというものになります。で、この全天球でしかもこの明るさがものすごく保たれている映像をどう撮るのかっていうところなんですけど、これはこちらの機材を使います。これですね。これこれが見たことがない人も多いんじゃないかなと思うんですけど、これはこのカメラの360度の写真を撮る用の機材で、こちらに今、こちらですね、メイケのレンズが、魚眼レンズがついております。で、ここにこう、パノラマ雲台といって、角度を変えられるんですけど、例えばここで、私の場合は30度とかにして、こう、下にちょっとちっちゃいんですけど、メモリがついてて、ここでバシャバシャっと撮ってから、120度撮って、240度撮って、あとこの下向きで地面を撮ってあげて、で、おしまいになります。でこれを、後で、処理で、PTGUI というソフトで合成するとこのようになります。で、そうですね。これで撮るときに、ブラケット撮影というものをするんですけど、カメラの機能で、シャッタースピードをどんどん変えていって、明るさをこう、段っていうんですけど、どんどんこう、何段ずつこう下げていくっていう撮影を、同時というか、連続でしてくれる機能があります。そうですね。ちょっとこの、今やってみます。この美しいサウンドが収録されるかわからないんですけど、結構いい音がします。これですね。ちょっとこれマイクを近づけたら聞こえるかな。はい。こういう感じで今、バシャ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 ッと撮ったんですけど、これはちょっとずつこのシャッタースピードをこう変えて撮っているということになります。でこうすると、暗いところから明るいところまで、全部情報を取れるので、後でそれを合成すれば、綺麗に、先ほどのこの HDRI の光の情報を保ったままの、360度の画像が作れるということになります。で、もう一つですね。もう一つは、スキャンデータになります。で、これは、3D の、位置情報のリファレンスとして、取ります。で時間があれば、フォトグラメトリって言って、このカメラでこうバシャバシャいろんな角度が撮って、3D にすることが、あるんですけど、時間がないことが多いので、だいたいiPhone とか iPad にある、スキャニバースというアプリがありまして、ちょっと今お見せしますね。このスキャニバースというアプリがありまして、これ、先ほどの作例で、使った、池袋大橋という、IWGP でおなじみの池袋大橋というところのスキャンデータなんですけど、これが、iPad だけでできてしまいます。で、この、
iPad でもなんかiPad Pro 版とか iPhone Pro 版みたいな、iPhone Pro みたいなやつで、このついてるライダーセンサーっていうのが必要なんですけど、こういう感じでレーザーで測量して、3D のデータを作ることができます。これ無料のアプリです。スキャニバースってやつですね。で、これすごいのが、スキャンデータが実寸サイズで出てるので、後からこう、サイズを測ったりとかもできます。で、これすごい、リファレンスとしてすごく役に立ちます。で、撮影とかスキャンもすごく簡単で、例えばこんな感じですね。今こちらでこう、撮っていただいてるんですけど、こういう感じで、簡単にスタッフの方々こう撮ります。はい、こういう感じですね。もうこれでこんな感じで撮れちゃいました。で、こうエリアとかやってあげれば、もうメッシュになって、Google ドライブとかにあげれば、ブレンダーでもFBX とかで読み込むことができるので、非常に便利です。はい。こういう感じですね。はい。もう結構できました。もうこんなに早くできちゃいます。で、この長さもわかるんで、この机の長さが何メーターだったかとかも後から、撮影後でも測ることができます。はい。こういう感じで、ブレンダーに持っていくことも可能です。で、これやっとくと、長さ測るだけじゃなくて、トラッキングをするとき、後ほどのトラッキングという作業で役に立ったりとかもします。あとはそうですね、記録すべき情報として、レンズとカメラの情報というのがあります。で、レンズのミリ数とカメラの機種をメモっておくことが大事です。で、これは、そうですね、まずその画角っていうのを CG で再現するときに、レンズのミリ数とセンサーサイズが必要になるからです。ただ、このセンサーサイズっていうのは、カメラの、この、機種名というか、このカメラの名前から調べられるので、機種というか、この何のカメラで撮ってるかっていうのを現場で聞いておけば OK です。大体カメラマンの方は、センサーサイズまでは把握していません。って感じですね。それで、ここまでそうですね。カラーチャート、グレー玉、HDRI、スキャンデータ、あとレンズとカメラの情報。これが、記録できたら、もういざ撮影ということですね。とにかく現場では記録を残すことが大事になります。で、たくさん、スマホとかで写真撮ったりとか、スキャンしたりとか。で、カット撮影後、1カット撮ったらすぐこの HDRI で撮るっていうことが大事になります。で、カットごとに HDRI はあった方が、CG を合成する場面ではあった方がいいので、これを撮るようにします。で、そうですね、現場ではスピード命なので、これは、なるべく早く撮ることが、大事になります。で、これで、そうですね、大体これで、今撮ってみましょうか。でも、あらかじめセットアップした状態で、現場では待機しておいて、VFX チームは待機しておいて、撮影後に、CG を合成する、例えばこの CG を合成するとしたら、この CG を合成する場所にこれを持っていって、でカラーチャートを置いて、で、まずですね、そうですね、ここで、じゃあ、すいません、環境を取りますとか言って、で、この時映り込まないように注意して撮ります。ちょっと今狭いのであまりできませんが。こういう感じですね。で、環境異常ですとか言って逃げます。でこれが、HDR 撮影ですね。でこれカットごとに、CG 足す場合はカットごとに必要になります。これもたついてるとマジで怒られるので、素早くやることが大事です。動画の途中ですが、ここで CG ワールドよりお知らせです。今月3月28日土曜日、29日日曜日の2日間、シリーズ第6回目となるブレンダーフェス 2026SS を開催します。モデリング、コンポジット、ジオメトリーノード、AI 活用など、著名ブレンダーアーティストによるテクニックやワークフローを学べるセッションを全16セッションご用意しています。現在、早期割引チケットも販売中ですので、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。
それでは引き続き、ブレンダーフェスセレクションをお楽しみください。次は、そうですね、今、撮影が終わったので、次は、仮編集に入りたいと思います。仮編集は、こういう感じで、私はこのブラックマジック、ポケットシネマカメラという、安くてとても安いんですけど、とても綺麗な絵が撮れるカメラを使って撮っています。これVFX を、作ってる方はおすすめのカメラなんですけど、こちらローっていうもので、映像を撮影することができます。で、カメラで撮影したローっていうのはまだ、画像になっていません。で、あくまでデータの状態ですね。で、ログで撮影したデータも、この流れは同じなんですけど、ダヴィンチリゾルブっていうので、現像処理をしていきます。こちらですね。はい。で、今もう、ブラックマジックの、カメラで撮った映像は、もうそのまま読み込んだだけで、このように画像に、現像してくれています。こういう感じですね。撮影した映像がこのようにあって、で、この、ローの、B ローっていうデータで、カメラ上では、書き出されているんですけど、これはそのままでは、コンポジットソフトとか、ブレンダーとかに読み込めないので、EXR という、形式にして書き出します。今回は、OpenEXR の16ビットハーフの ACSCG という形式で出してみたいと思います。今、ここでちょっと自分はプリセットを作っているんですけど、説明すると、ここにフォーマットですね。フォーマットがこの EXR というものになっていて、コーデックが RGB ハーフ。で、これが16ビット。フルの場合は32ビットなんですけど、ハーフで十分って言われているので、RGB ハーフにしてます。で、解像度は、今回はフル HD で出しています。でこれ場合によっては、広めに撮っておいて、後から、クロップ前提で広めに撮っておいて、解像度を高めに 4K とか 2K とかで出しておくこともあります。はい。で、ここで、書き出すときに、このプロジェクト設定のカラーマネジメントのカラーサイエンスというのを ACSCCT にしておくと、ACS という空間で出すことができるようになります。で、これが、なぜこの ACS というものを使うのかっていうことを、ご紹介したいと思います。なぜこの、ACS というものを使うのかを、ご紹介します。カラーマネジメントっていうのは、スーパー噛み砕いて言えば、色を望ましい状態で、管理することです。で、S ログとか、レッドログでしたっけとか、いろいろこう、ログとか、ローダとか、いろいろこう、色の、カメラの撮影データっていうのがあるんですけども、こういったいろんな企画で撮られた、映像を、まず足並み揃えようという、足並み揃えてから作業しようということになります。で、足並み揃えるたって、何揃えたらいいのかっていう、そうですね。疑問、ログとかですね。S ログとか、いろんなログがあるところを足並み揃えてから作業しようっていうことになってるんですけど、何に合わせたらいいのか。よく聞く色の規格といえば sRGB だと思うんですけど、sRGB っていうのは、一般的なディスプレイで表示できる、色の規格なので、これって結構、制約というか、制限が大きいんですね。で、sRGB でもし作業してしまうと、明るさっていうのが、圧縮されて、死んでしまう上に、ほとんど、わからないところであるんですけど、色が死んでいます。で、なんでこんな、ディスプレイが明るさとか色を、殺してるのかというと、そこまで必要ないからですね。太陽の写真見たら目が潰れるなんてことがあったらたまらないので、そういう風になっているみたいな感じですね。で、ただ VFX っていうのは、この世の、光と空気を、コンピューターの中に再現する作業です。できる限り、情報を保たれていた方が良い、望ましいということになります。そこで今回は ACS というものを使います。はい。ACS っていうのは平たく言えば、色を管理するためのシステムで、色空間と色の管理方法っていうのを提供してくれます。はい。そうですね。で、これが、色域の説明なんですけど、様々な、色の規格がある中で、
まあ、広い空間にしてやった方がいいよねっていうのが ACS の概要です。はい。ダヴィンチリゾルブに戻ります。現像処理のところで、カラーサイエンス、この ACS-CCT を選びましょう。で、ACS バージョン、今回はこれ 1.3、最新版の 1.3 にします。で、出力時、こちらの出力トランスフォームというものを、一番上の、一番上じゃない、出力トランスフォームというものを途中の ACS-CG というものにします。これ、ACS-CG ともう一個、ACS2065 の1というものがあります。で、これは、色域というものが違うんですけど、撮影した映像の、この ACS-CG じゃなくて、上に、このアウトプットトランスフォームというのを選ぶと、これ、名前、ノーアウトプットトランスフォームって書いてありますけど、これ実質 ACS20651 というもので書き出されます。で、この ACS20651 という、色の規格は、撮影した、映像の情報をすべて不足なく保存できるものになります。ただし、ちょっとこう、可視光からこうはみ出た部分が実はありまして、これがちょっとこう計算に使うとエラーの原因になってしまうので、CG の、VFX の現場では、ちょっと、制限して安全なところに抑えたまま、かつなるべく大きな、作業場にしたのが、この ACS-CG という空間になります。本来、このアーカイブも兼ねている目的としては、この最初のノーアウトプットトランスフォーム、一番目のノーアウトプットトランスフォームで出せる ACS20651 で出すのが本当はいいんですけど、どっちみち合成ソフトの中では ACS-CG 空間で作業することになるので、最近は現像時から ACS-CG で出すところも多くなってきたなっていう印象があります。はい。で、ACS-CG にします。で、保存を押すと、なんか種類が反応してる。よくわかんないです。すいません。もうちょっとわかりやすく説明します。そうですね。ここが、今 ACG 空間になってるんですけど、すごくなんか変な色になってますよね。これっていうのが、実はこの ACG の、世界です。で、これは、人間が見るようには設計されていなくて、あくまで、なるべく情報が保った状態で、保存されている状態になります。で、ここでさっきの、そうですね。保存していた EXR にして、RGB ハーフにしてあげて、で、ファイル名を指定してあげて、レンダー級に追加のレンダーで、EXR 画像が書き出されます。で、ACCG 空間の EXR ですね。が書き出されます。で、ちょっとこれは、ダヴィンチのコツなんですけど、このファイル名を指定の時に、ファイル名を指定で、パーセントを押してあげると、いろいろ出てきます。で、これで、クリップ名とかを指定してあげると、クリップ名が、ファイル名になるので、例えば、この C002 の、C002 アンダーバー、カット、フレーム数 .exr みたいなものを出したりとかもします。で、あと、このカットごとにフォルダを分けたい場合は、この、ファイル名を設定、こっちの、ファイルサブフォルダですね。このファイルサブフォルダにこのクリップ名っていうのを入れてあげると、クリップ名でファイルが作られるので、大変便利です。で、じゃあ、なんでそもそもこの EXR 使うのかっていうと、これはリニアなデータが使えるっていうところになります。で、これさっき、もう説明していた、この HDRI のところで分かりやすいんですけど、この明るさが、普通の画像だったらここってもう白つぶれしちゃってるところなんですけど、これが EXR の場合は、圧縮せずに1以上のデータを扱うことができます。ちょっとシリさんが邪魔なんですけど。消えてくれました。これで、そうですね。今、この右下にこの、RGB の値が出てるんですけど、1が普通マックスです。1がマックスなんですけど、この太陽の値を見てみると、100、これ曇りなんでちょっと暗めですけど、200とかありますね。200と300とか400とか出てます。こういう、明るさを殺さずに1以上の値を記録できるフォーマットとして EXR が便利なのでよく使われています。はい。次は、仮編集と、
素材の書き出しが終わったので CG になります。で、このマクロの通り、CG は一般的には撮影の裏で行われることが多いです。撮影しながら CG を作るみたいなことが多いですね。はい。これが、ブレンダーの画面になっていて、ここの、プラスから VFX のモーショントラッキングっていうのを選択すると、こういう、トラッキング用の画面になります。で、これで、先ほど現像したデータを読み込んで、この、プロキシっていうところで、この、そうですね、プロキシっていうところで、軽い映像を作れるので、これで、さっきの EXR の、ちょっと重たいデータを、軽くしてあげてから作業することをお勧めします。で、トラッキングの時は、カメラの、動きを、CG 上の、実写上のカメラの動きを CG で再現するのがトラッキングという、作業なんですけども、このトラッキングの時は、色空間は特に関係なくて、あくまで動きが終えればいいので、ここでは、スプラトゥーン、ここでは、いいので、そうですね、このプロキシというものを作って、軽くしてあげてから作業することをお勧めします。で、このトラッキングをしてあげると、はい、結果がこのような感じになります。先ほどの、映像なんですけど、このような感じでカメラの動きが、実写で撮ったカメラの動きが、映像の情報だけからこのようにこう再現されています。こういう感じですね。雑なアニメーションが入ってるんですけど、こういう感じで、カメラの動きを映像から再現できるのが、トラッキングになります。先ほど、カメラの情報、レンズと、センサーサイズを、記録しておこうって話をしたと思うんですけど、それもここでちゃんと入力するところがあります。で、ここにですね、ここに、センサーサイズと、フォーカルレングスがレンズのミリ数です。で、12ミリのレンズで撮影して、で、今回このブラックマジックで撮ったので、そうですね、これがちょっと、あれですね、ここ注意点なんですけど、ブラックマジックで撮ったので、ここに、ブラックマジックの 4K というのがあります。で、これでセンサーサイズが出ますし、ここにないやつは調べればあります。センサーのサイズを入れてあげて、レンズを入れてあげて、やればこのようにできます。で、こ注意点なんですけど、今回、素材の撮影の時に、レンズフルではなくて、ウルトラ HD ですね。4K の、DCI がこれ最大で撮れるサイズなんですけど、ちょっと小さい、サイズで撮っているので、画角が狭まっています。なので、このセンサーのところ、これ、18.96 って書いてあるんですけど、これはフルの 4K DCI で撮影した場合なので、ウルトラ HD で撮った場合は、割り算してあげ、ピクセル数で割り算してあげて、こうですね。これで、こうと。はい。今、これ計算した結果なんですけど、単純にこれは、これではない。4K の4096と、3840、これ割ってあげて、比率で計算してあげれば、この値、すぐに出ます。っていう感じですね。で、このトラッキングすると面白いのが、カメラの位置が出ているので、位置とはそのいくつかこの点の情報が出ているので、先ほどのスキャンしたデータをこのようにぴったり合わせることができます。で、これはいろいろ、ツールがあったりとか、目合わせしたりとか、することで合わせることができます。そうすると、そうですね、ちょっと今こっち280までなので、こういう感じで今、実は、ここにスキャンしたデータが被さってるんですけど、ぴったり実写とスキャンしたデータを重ね合わせることができます。で、これをやると、どこに物を置いたらいいかとかも一発でわかりますし、あと、スキャンデータの精度の向上にも使えたりとかもします。で、さらに、このカメラの位置と、3D のデータがあるので、プロジェクションっていうものが使えます。で、プロジェクションっていうのは、このカメラから、今カメラの位置が
出てるので、カメラをプロジェクターに見立てて、カメラから映像を投影するってことができます。そうするとどうなるでしょうか。実は、このようになります。はい。今ね、ここに、背景が、ちょっと HDRI なんで、見づらいので消します。はい。今このように、このカメラの位置から先ほど撮影した、撮影データが、プロジェクターのように投影されてます。で、これ再生すると、こうなるんですね。要するにこの 3D 空間で、スタビライズというか、動きが打ち消されて、このように、そうですね、この地面とかも完全に止まって見えるんですけど、カメラと全く同じ位置からプロジェクターで撮影したデータを投影しているようなものなので、このように、絵を止める、CG 空間上で止めることができます。で、これができると何が面白いのかというと、トラッキング、これをさらにこのちょっとずらした別のカメラで撮影すれば、実写のカメラは若干変えられるということになります。で、そうすると、例えばシームレスに実写からCG に変えたりだとか、別々に撮影した実写同士の動きをある程度合わせたりとかができます。そうですね、完全に自由自在ではないんですけど、多少歪みを持たせることによって、かなり高精度に実写のカメラマークを多少いじれるということになります。で、これめちゃめちゃ VFX ではよく使う技法です。で、使う技法なので、私はアドオンを作りました。ブレンダーの拡張機能ですね。このね、カメラプロジェクションという技術はすごく便利なので、スーパー便利なアドオンを作りました。カメラプロジェクションというアドオンです。で、これは、このようにカメラを選択してあげて、で、この投影先の、スクリーンとなるオブジェクトを選択してあげて、で、映像を読み込んであげて、で、このボタンを押すだけです。このようになります。はい。でちょっと今、汚いんですけど、こういう感じで、すでにこれで映像を流すとこのようになります。ちょっと今、あれですね。割りが足りないんですけど、上げてあげれば、綺麗になります。こういう感じで、カメラから見た映像を投影してあげるっていうことができます。でもうこの3、4ステップぐらいでできちゃうので、これをやってあげれば、素早く、プロジェクションができるようになります。こういう感じですね。カメラから見ると、カメラから見ると、撮影したデータと同じ風になっています。はい。で、これが、そうですね。トラッキングとプロジェクションの面白いところです。次に、HDRI ですね。HDRI、先ほどちょっとざっくりと、ご説明しましたが、こちらの機材で撮影した後に、ローで撮影しておいて、ローセラピーとかのソフトで現像してあげて、これPTGUI っていう、有料なんですけどソフトがありまして、こちらで、撮影した、ちょっと隠されたのか。こういう感じですね。撮影した、このいろんなブラケット撮影、先ほどバシャバシャっと撮った映像ですね、写真ですね。このように勝手に認識してくれて、で、全天球、4とか5方向ぐらい撮っておけば、このように勝手に、認識して、ここまでほぼ自動でやってくれます。はい。で、これが、HDRI の、作り方です。で、先ほどこのカラーチャートを撮っておこうって話をしたんですけど、これは、この HDRI を撮るときにも一緒にこうやってカメラの前で撮っておくことで、実写の、プレートと、明るさと色温度を合わせることができます。そうですね。例えばなんですけど、これ、コントロール。そうですね。今、
ここに、ちっちゃいですか、HDRI があって、実写のプレートがこちらにあります。これ撮影したデータですね。で、こうやって見ると、ちょっとわかりづらいんですけど、こういう感じでね、こっちが撮った実写の映像で、こっちが HDRI なんですけど、このように、同じ露出とか、色温度で、使うことができます。はい。で、これをやっとくと何がいいかっていうと、CG 上、このブレンダーとかに持ってきて、で、そうですね、ブレンダーに持ってきて、このように、HDRI をこのワールドから適用するだけで、ライティングがバッチシ合います。ちょっとレンダリングしてみましょう。こういう感じですね。で今これもう書き出された、これライティング、ライト1個も加えてないんですけど、完璧に、ライトがあった状態で来ています。はい。で、この HDRI なんですけど、撮影の、テクニックとして、太陽光を撮りたいっていう場合もあると思います。で、これって HDRI 撮影の結構、難しいところでもあるんですけど、私は、太陽光、撮り方いくつかあるんですけど、私はこの ND フィルターというのを挟んで撮るようにしています。これですね。これは自作のフィルターボックスなんですけど、こいつを、こいつの魚眼レンズフィルターが入らないやつなので、この自作のフィルターボックスで、つけてあげると。で、今これでND500 が入ってるんですけど、ND500 と、あとこの富士フィルムの XH2 っていうものを使えば、こいつ18万分の1でしたっけ ?18 万分の1ぐらいまで撮れるので、シャッタースピードを上げて撮れるので、それで、ここ100と、この XH2 で、一応日中の太陽光も収めることができます。こういう感じで太陽光も含めて、ライティングを画像だけで再現することができます。はい。で、レンダリングですね。レンダリングは、こちらもブレンダーの、ところの、今これブレンダーの画面で見てるんですけど、これさっきダヴィンチリゾルブとか、もしくはニュークとか、フュージョンとか、どのソフトでも同じように、全く同じ色で見せることができます。これも、ASYS を使うことで実現できます。これも、ASYS を使うことでできます。で、ASYS RRT というものなんですけど、ダヴィンチリゾルブとかに、これで見るとわかりやすいんですけど、今、これ、先ほどのASYS-CG 空間っていう、人間にとっては見づらい、空間なんですけど、ここの出力トランスフォームというのを709にしてあげると、このように、綺麗な映像になりました。で、ちょっとこれも加工しちゃってるので、こっちですね。これが、709の ASYS RRT というものをかけた状態になります。はい。昔の言葉で言うと、ラットを当てるとか言われてる、ような感じで、この映像自体には、元データ自体には影響を与えずに、ビューイング、この見てる時だけにかかるような、エフェクトのような、フィルターのようなイメージで、存在してます。で、これ全く同じ色に、ダヴィンチでも、ニュークでも、ブレンダーでも見ることができます。で、ブレンダーの場合は、標準搭載をされていないので、OCIO というものを、自分で、書いてあげるとできます。で、ただブレンダー自体 ASYS 対応してないので、あくまで、無理やり対応という形になるんですけど、ここに今自分が作ったOCI を適用してあげてるんですけど、全く同じ色合いで、ビューイングできています。はい。これとあとこのアドオンは、配布できたらいいなというふうに思っていますけど、できますかね。配布はい。配布します。このアドオン、先ほどのプロジェクションアドオンと、この OCIO の、無理やりブレンダー適用バージョンは、配布できたらなと思っています。これ注意点として本当に、
無理にやってるので、ACS 準拠では正確にはありません。あくまで、同じ、ACS と同じ色で見れるものと思ってください。ただ中身の書き方としては、禁字とかではなく、本当にそのまま、OCIO の仕組みを使って、処理しているので、一応、ほぼ同じ見た目になっています。はい。で、レンダリングですね。で、このファイル、先ほどのスキャンデータが、来た。スキャンデータがあるので、このスキャンデータを、これじゃない、これか。このスキャンデータ、これを、シャドウキャッチャーというものにします。で、こいつ、シャドウキャッチャーっていうのにしてあげると、この設定から、シャドウキャッチャーってできるんですけども、これしてあげると、この、加えた CG の影だけをレンダリングすることができます。そうですね。で、その、シャドウキャッチャーのやつを、このアウトプットのところから、シャドウキャッチャーパスというのを出してあげて、で、レンダーレイヤー、このコンポジットのところからレンダーレイヤーで、ファイルアウトプットの時に、シャドウキャッチャーをパスとして出してあげると大変便利です。で、ファイルアウトプットの時に、ここですね。ちょっとこれめちゃめちゃちっちゃいんですけど、でかくなれ。ちょっとピーキーですね。めちゃめちゃピーキーだ。ちょっと無理だったね、これ。はい。OpenEXR のこのマルチレイヤーっていうのにしてあげて、これフロートです。フロートのハーフですね。なってまして。で、このカラーマネジメントっていうのをオーバーライドで、ACSCG にしてあげると、中身 sRGB、リニア sRGB なんですけど、一応 ACSCG に変換してから EXR を出してくれます。で、これおすすめ、リニア ACSCG に出しておくと、後で、一括管理できて便利なので、これは、この設定にしておくことをお勧めします。はい。で、いよいよ、もう、ここまでで CG が出せたので、最後の、VFX の、ワークフローとしては、はい。それでね、最後の工程ですね。VFX としては最後の工程、合成になります。実は、もうここまでかなり、理論通りに、理想通りに、先ほど最初のところで理想のワークフローでやろうって話をしたんですけど、理想のワークフローでやってきたので、実はもう、この CG、先ほどレンダリングしたこの CG を、もう上に乗せるだけで、こんな感じで、もうその場にあるように、合成ができてしまいます。ポン乗せって言われてるやつですね。もうなんかそこにあるように見えて、もうこれも実は、全然実在はしないんですけど、これですね。これですね。こういう感じで実在はしないんですけど、その場にあるように結構いい感じに合成ができてしまいます。ここまでがこのワークフローと理論で底上げできる部分になります。で、これはセンスと演出っていうところで、より馴染ませたりとか、よりなんか見せたい部分を強調したりだとかしていくのが、コンポジターの仕事になります。ここがセンスが必要な部分ですね。とはいえ、かなり、ロジックの部分だけで、ここまでの質は出せるということになります。で、はい。ここまで、完璧に、作業、CG の合成をしてきたので、これか。はい。ここまで、しっかりカラーマネジメントとかもしてやってきたので、このように完成した映像もかなり馴染んでいるように見えます。で、あとは、ちょっと最後のところで、カラーグレーディングですね。演出的に崩すみたいなところは、この後の工程でするのをお勧めします。で、ここでは、この ACS の RT709 をかけた状態で、このまま、このカラーグレーディングタブで、やっていくのがおすすめです。はい。で、この ACS 空間、ダヴィンチの ACS で作業するとき、ちょっと注意点としては、ACS に対応してない、ノードも中にはあるので、RAT とかですね。それは、この、カラースペースの変換で、一旦この、シネオンとか、他の色空間にしてあげてから、や
やってあげるということになります。ただもちろんこれ他の移動空間にすると失われる場合もあるので、なるべくこのノードの最後の方に持っていってあげることがおすすめです。そうすると、このように、問題なくカラーグレーディングができました。ちょっとレトロな風合いに今回はしてみました。ということで、ここまでで作業は以上になります。はい。はい、スライドに戻ります。改めて、最初の問い、センスが必要というところに関しては、必要ではあるんですけど、演出とか、演出であったりとか、より丁寧な馴染ませっていうところで必要ではあるんですけど、理論で、ロジックで、説明できるところもたくさんあります。理論だけでも先ほどのような映像が作れてしまうということですね。で、改めて復習です。VFX は情報が命です。情報がたくさんあれば、先ほどのような映像が、ロジック的な解決方法で作ることができます。で、足並み揃えてから崩せというのも、多分ここまで、見てくださった方は意味がわかるんじゃないかなと思います。なるべく情報が保たれた状態で、すべてのいろんな素材を足並み揃えてあげてから、演出的なところで崩してあげるっていうのが VFX の、手法になります。最後に、告知なんですけど、VFX の本を今書いております。ブレンダーとダヴィンチリゾルブ、無償版のダヴィンチリゾルブを使って、VFX をやろうという本です。今年度中の出版を目指して、絶賛、大変、いろいろ大変なことをやりながら今執筆中ですので、お楽しみにしてください。これで、私の、発表は以上になります。はい。じゃあありがとうございました。